こんにちは。今日は透かし編みのバッグを作っていきます。使う糸はダイソー産のリサイクルコットン 100% の極太。色はホワイト。40g 入って約40メートル。綿 100% で使用かぎ針の目安は8号。8号で編んでいきます。ちょっとだけ9号も使います。あとはマーカーととじ針とハサミを使います。この糸はだいぶ太めで約 2.5 ミリ。これで鎖を32目。32目編んで6周編んだ時に細編みの数が96目になるように編んでいきます。サイズを変更する場合も6周編んだ時に8の倍数になるように編んでいきます。そのパターンをいくつか書いておきます。太い方の針で鎖を32目。これから楕円形の底を作っていきます。こっちは鎖の数が24個ですが、同じように作っていきます。楕円形は半円と半円とまっすぐのところ。まっすぐのところは鎖に細編みを一つずつ。半円のところは端の鎖に細編みを3つ。次の周はここに細編みを3つ増やします。次の周もまた細編みを3つ。次も3つ。で、次も次も。で、細編みを増やす場所は丸みを持たせたいところ。ここで丸みを持たせたいので細編みを1つ増やします。ここでも丸くしたいときには細編みを1つ増やします。次の周ではここを丸くしたかったのでここに細編みを1つ増やしました。次はここ。次はここ。丸くしたいところに細編みを増やします。で、こっちも同じように増やしていきます。まず、この鎖の両端に細編みを3つ。ここからスタートします。この目に細編みを編むので、まず針を変えてこの目に細編みを編みます。細編みを編むので鎖を1つ。この端から2つ目に細編みを3つ。表ではなくて裏返してこの糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み。これが半円の始まりになるので、
マーカーをつけておきます。で、同じところにあと2つ、ここにこれで細編みが3つ。3つ目にマーカー。これが半円の終わりになります。次からは1つの鎖に1つずつ細編み。で、このまま反対側の端の手前まで細編みを続けます。端の鎖の手前まで編んできました。端の鎖に細編みを3つ、この目にまず1つ目、次は2つ目、同じところに、この時この糸端を長い糸と針の間を通って向こうに寄せておきます。で、このまま細編み、これで2つ目、次は3つ目、同じところに、今度は糸端を手前に持ってきます。針と長い糸の間で、このまま細編み、これで1つの目に細編みが3つ、3つのうちの1つ目と3つ目にマーカーをつけます。で、1、2、3、これが半円の始まり、これが半円の終わり。次からは1つの鎖に1つの細編み、3つ入った隣の目、で、この糸端を編みくるんでいきます。で、このままスタートしたところまで細編みを続けます。ぐるっと編んできたら最初の細編みに引き抜きます。最初の細編みは
半円の始まりの細編み、マーカーのついたところに引き抜きます。今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。引き抜いたところ、で2周目を編んでいきます。2周目は細編みを3つ増やします。1周目に細編みが3つあるので、それぞれに細編みを2つずつ。まず鎖を1つ。鎖の根元に細編みを2つ。1つ目は半円の始まり。同じところにもう1つ。隣にも細編みを2つ。次も2つ目は半円の終わり。ここからは1つの細編みに1つずつ細編みをしていきます。反対側のマーカーの手前まで編んでいきます。反対側も細編みを2つずつ。ここからは細編みの上に細編み、一つの細編みの上に一つの細編み、このままスタートしたところまで編んでいきます。引き抜いたところの手前まで編んでいきます。引き抜いたところの手前まで編んできました。引き抜いたところには編まないで、最初の細編みに引き抜きます。
また引き抜いたところにマーカーをつけておきます。次は3周目。丸くしたいところに細編みを増やしていきます。で、私はまず今のこの位置、こことこことここぐらいに増やしてみようと思います。これは大体で決めていきます。まず鎖を一つ、根元に細編み、でこれが半円の始まり。同じところにもう一つ、これで2つ、次は1つ、次は2つ、次は1つ、次は2つ、最後は1つ。でまたマーカーをつけておきます。こことこことここで3箇所で細編みが増えました。でまたまっすぐ編んでいきます。まっすぐ編んでマーカーの手前まで編んでいきます。3周目の反対側まで来ました。スタートしたところと同じように増やしていきます。マーカーのところに2つ、2つ1つ2つ1つ2つ1つと編んでいこうと思います。これは大体で大丈夫です。これで3箇所、1、2、3、3個増えたらまたまっすぐ編んでいきます。引き抜いたところの手前まで編んでいきました。
また引き抜いたところには編まないで、最初の細編みに引き抜きます。引き抜いたところにマーカー。次は4周目。今度は112、3つ目を増やそうと思います。また112、112ぐらいでやってみようと思います。大体で丸みを持たせたいところに増やしていきます。まず鎖を1つ、根元に細編みを1つ、次も1つ、次は2つ、次は1つ、次は2つ、でまたまっすぐ編んでいきます。まっすぐ編んでいて、こっちも同じように増やしていきます。どこでも大丈夫ですが、こっちは112、112で112で増やしました。でまたまっすぐ編んで戻ってきます。次は5周目。最初の細編みに引き抜いて、今度は1、2、1、1、1、2、1、1、1、2、1、1ぐらいでやってみようと思います。まず鎖1つで細編みを1、次は2、次は1、1、これで1、2、1、1、同じようにまた1、2、1、でまた1、
2、1、これで3箇所。次はまっすぐ編んでいって、反対側も同じように増やしていきます。1、2、1、1、1、2、1、1、1、2、1、1で、ぐるっと編んでいきます。5周目の終わりも最初の細編みに引き抜きます。次は6周目。だいたい綺麗なカーブができているので、6周目は適当にこことこことここら辺に細編みを増やしていこうと思います。まず鎖を1つで細編みを1つ、次も1つ、ここで1つ増やして細編み2つにします。これは大体で増やしていきます。全部で3個増えたらどこでも大丈夫です。ここで1つ増やします。ここで1つ増やします。これで3箇所増えました。こことこことここ。次はまっすぐ編んでいきます。で、反対側も3箇所増やします。で、またまっすぐ編んで元に戻ります。底が出来上がりました。サイズは約31センチと 8.5 センチ。次は側面を編んでいきます。まず鎖を4つ、1、2、3、4、下から3つ目にマーカーで、足元2つ目に長編み。この鎖の根元は数えないで
次から1、2、ここに長編み。これで四角ができました。次は扇形を作ります。足元2つ飛ばして3つ目に長編み。鎖を1つ。同じところに長編み。また鎖を1つ。同じところに長編み。鎖を1つ。同じところに長編み。これで長編み4本の扇形。間には鎖。次は四角を作っていきます。足元2つ飛ばして3つ目に長編み。鎖を1つ。足元1つ飛ばして2つ目に長編み。1、2。これで四角。次は扇形。足元2つ飛ばして3つ目。鎖、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、これで扇形。長編みは4本。次また四角を作ります。足元は2つ飛ばして3つ目。鎖で長編み。次は扇形。これを交互に繰り返して一周します。ぐるっと編んできたら最後は扇形になりました。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。マーカーのついているところ1、2、3。これで側面の1周目が終わりました。次は2周目。
この四角に針を入れて糸を引き出します。扇形と扇形の間の四角、ここに針を入れて糸を出します。これをかぶせるようにして引き抜きます。これで四角から糸が出ました。鎖を4つ、1、2、3、4、下から3つ目にマーカー、四角に針を入れて長編み、鎖を1つ、同じところに長編み、四角、これで鎖と長編みと鎖1つと長編み、最初だけこういう形にします。次は扇形の上に四角を作ります。4本あるうちの2本目と3本目、こういう感じで四角を作ります。まず2本目、長編み、鎖を1つ、次は3本目、1、2、3本目、これで扇形に四角ができました。次は四角の中に扇形、ここに針を入れて扇形を作ります。長編みと鎖と長編み、鎖、長編み、これで長編み4本の扇形。扇形には四角、四角には扇形。これを繰り返していきます。次の扇形。1、2、3、4本あるうちの2本目と3本目。鎖1つで3本目。これで四角で、また四角には扇形。で、また扇形に四角。これを繰り返していきます。2周目を編んできて最後の四角を編んだところです。
1周目の四角に針を入れて長編みを1つ。これが2周目の最後の四角。これが1周目の最初の四角。1周目の四角に長編み。次は鎖を1つ。で、最初の鎖に引き抜きます。最初の鎖の下から3つ目。1、2、3。で、2本。2本の糸の下で引き抜きます。これで扇形ができました。扇形の上には四角。3周目を編んでいきます。鎖を4つ。で、下から3つ目にマーカー。扇形の3本目に長編み。これで四角ができました。次は扇形。四角の中に針を入れて扇形。2周目と同じように編んでいきます。これで四角に扇形。次は扇形に四角。2本目と3本目。これでまた1周します。3周目の終わりまで来ました。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで3周目が終わりました。この2周目と3周目を繰り返していきます。同じように編んでいくんですが、もうちょっとだけやっていこうと思います。また四角に針を入れて糸を出します。扇形と扇形の間の四角入れて引き抜いて鎖を4つ。四角に長編み。鎖1つで長編み。最初だけこれでスタートします。次は扇形に四角。次は四角に扇形。
これでぐるっと編んでいきます。4周目の最後の四角を編んだら、3周目の最初の四角に長編みを1つ。これが最後の四角。3周目の最初の四角。ここに長編みを1本。長編みの次は鎖を1つ。で、鎖の下から3つ目。1、2、3。引き抜きます。これで扇形。扇形の上には四角。3、4。で、扇形の上には四角。で、また四角に扇形。これで同じように繰り返して編んでいきます。好みの深さになるまで編んでいきます。20段編んできました。段数は偶数にしています。長さは約28センチ。これは好みで長さを決めてください。次は縁を編んでいきます。扇形の鎖の上から始めます。鎖を1つ。鎖の根元に細編みを1つ。で、マーカー。鎖と長編みの間のスリットに細編みを1つ。長編みにも1つ。長編みと長編みの間のスリットにも1つ。扇形の端の長編みは飛ばして四角の長編み、ここには中長編み、中長編みは絡めて一度に引き抜きます。次は四角の中に針を入れて中長編み、次は長編みの上、中長編み、四角の上には中長編み3つ、扇形には細編み、端の長編みは飛ばします。ここは飛ばして次のスリット、ここに細編み、次の長編み、スリットで長編みでスリット、端の長編みは飛ばして四角、四角には中長編み、次は扇形、端は
飛ばします。ここを飛ばしてスリット。次は長編みの上、スリット、長編みでスリット。次は四角、中長編みで、これで一周します。ぐるっと編んできました。今までと同じように扇形の端の長編みは飛ばしてスリットに細編みで、最初の細編みに引き抜きます。これで縁の1周目が終わりました。次は細編みで1周します。鎖1つで根元に細編みで、1つの細編みに1つずつ細編みをしていきます。これで1周します。細編みで1周して引き抜きました。次はハンドルを作る位置にマーカーをつけます。まず底を整えます。で、真横を決めます。マーカーをつけます。反対側も真横にマーカーで、マーカーをつけた目を含めて17、こっちはマーカーをつけた目を含めないで17、だいたい12センチ。これでハンドルを作っていきます。まず細編みをしてこのマーカーの手前まで細編みをしてきます。今までと同じように鎖一つで細編みで、これでマーカーの手前まで編んでいきます。マーカーのついた細編みにも細編みを一つ、この細編みにマーカーをつけておきます。ここから鎖を編んでいきます。ちょっと緩く編んでいきたいので太い方の針に変えます。鎖を60個、鎖60で約43センチになります。で、好みで長さを変えてください。1、2、3
鎖編みが終わったら針を戻します。で、ねじれていないか確かめます。で、マーカーのついたところに細編みでくっつけます。で、細編み。今編んだ細編みにマーカーをつけておきます。ここからは普通の細編みを続けます。普通の細編みを続けて、反対側のマーカーのところまで編んだら、針を変えて鎖を60で、またマーカーのところに細編みをして、で針を変えて、で戻ってきます。両方の鎖編みが終わったら最初の細編みに引き抜きます。また細編みをしていきます。で、このマーカーのついた手前の手前まで細編みを続けます。マーカーの近くまで編んできました。マーカーのついた細編みには編まないで、その前後で減らし目。手前の細編みから糸を出して、最初の鎖からも糸を出して、それを一度に引き抜きます。マーカーのところには編みません。まずマーカーの手前、糸を出します。で、マーカーのところはスキップして、一つ目の鎖、裏山の糸を拾います。これを一度に引き抜きます。これで減らし目。これにマーカーをつけていきます。次からは一つの鎖に一つの細編み、この裏山を拾っていきます。で、これが裏山の糸が拾いにくい時には一度貫通させてしまって、それから引き上げてくると拾いやすいです。これで反対側まで編んでいきます。マーカーの手前の手前まで編んでいきます。反対側のマーカーの手前まで来ました。またマーカーのついた細編みはスキップして、その前後で減らし目。まず最後の鎖、ここから糸を出して、マーカーのついた次の細編み、ここからも糸を出して一度に引き抜きます。
最後の鎖、でマーカーのところはスキップして次の細編み、一度に引き抜きます。これで減らし目、今のところにマーカーをつけておきます。で普通の細編みをしていきます。で反対側まで編んでいって、また同じように減らし目で細編みでまた減らし目で元のところまで戻っていきます。次の週でもマーカーのついたところはスキップして前後で減らし目、まず手前の細編みから糸を出します。マーカーのところはスキップして次の細編み、これを一度に引き抜きます。これで減らし目、マーカーをつけておきます。ここからは普通の細編み、反対側のマーカーの手前まで編んでいきます。反対側の付け根まで来ました。またマーカーのついたところは飛ばして前後で減らし目、マーカーの手前から糸を出してマーカーのついたところは飛ばして次の細編み、一度に引き抜きます。これで減らし目、マーカーをつけておきます。で普通の細編み、次のマーカーのところまで普通の細編みを続けます。マーカーのところではまた減らし目でずっと細編みを編んで、またマーカーのところで減らし目でぐるっと編んでいきます。でもう一周同じように減らし目をしながら編んでいきます。細編み3周編んで元に戻ってきました。糸を切ります。最初の細編み、手前から向こうに針を入れます。最後の細編み、上から反対側の編み地もついでに通って整えます。で裏で引き締めます。
で隠していきます。引き抜き編みで一周します。でしないでこのままで出来上がりでも大丈夫です。した方がしっかりするので、よかったら試してみてください。この辺りから始めてみようと思います。で、新しい糸を引き出します。このまま隣、これをかぶせるようにして引き抜きます。これが一つ目、マーカーをつけておきます。次からも同じようにこのまま隣でかぶせます。次も次はこの角、ここにも一つ、次はこの段に一つ、この段にも一つ、適当に入れています。ここに次は鎖、次も鎖、あまりきつくならないように編んでいきます。でこれで反対側のここら辺まで編んでいきます。反対側の付け根でも一つずつで、角もここからはまっすぐ、このマーカーをつけた手前まで編んでいきます。マーカーの手前まで編んできました。糸を切ります。引き抜いて最初の引き抜き編み、手前から向こうに針を入れます。で、戻ってきて上から整えて裏で隠します。
こちら側も糸始末します。反対側も引き抜き編みをして出来上がりです。サイズを測りました。縦は35センチ、横も35センチ、ハンドルは44センチ、底は7センチの30センチ、緑の方はハンドルが24センチ、横が28センチ、縦は22センチ、底は7センチの24センチ。とても使いやすいサイズに出来上がりました。よかったら試してみてください。